ネバーエンディングナイトメアやろう。この雰囲気はホラーだね。過去を追体験しながら過去の事件を解き明かすホラーみたいだよ。じゃあ早速始めよう。おう、いい明るさだ。さあ、新しい一日だ。ご飯を食べて仕事に行こう。明るい中よく眠れるもんだね。何の紙？ベッド脇に置かれてるし、見た夢のメモを書くようとか。なんで時間が進まないの？壊れてそう。調べるのがクリックだから直感的に調べやすくて助かる。なんもないか。服すらないのは逆に気になっちゃう。扉も壁紙もシックだから気持ち落ち込みお風呂かな？そう。さすがに小さすぎない？あ、でも天井は高いね。掃除が大変そう。お風呂場まで部屋と同じ壁紙なのはセンスある。闇の鏡だと思うよ。風呂トイレ一体なんだね。家賃安そうでいいね。照明を消したりできないか？消したいの？いや全く。マリオカートみたいな画面だ。相変わらず信号がないや。信号が来てないテレビの画面は見たことないからピンとこないや。ご飯食べるって言ってたし、キッチンには何かあるかな？一瞬壁紙がうんちに見えてビビった。なんもないや。外は見えないね。出て行けたりしないかな？まだ行かないよ。調べながら下がるとかビビりすぎでは？ホラーになれるとね、ジャンプスケアでしか怖がらなくなってね。ジャンプスケアだけを警戒するようになるんだよ。ホラゲミンの民意だとすら思ってるよ。上下両開きは新しい発想だね。本当にこれしかないの？何もないよりはマシだけどさ。ワンドアの冷蔵庫だったのかもよ。ちょっと欲しい。いい感じ。仕事に行く準備ができた。両開きじゃなかったんだ。裏を警戒していく。まだまだ序盤だから何もしてこないと思うよ。序盤こそかましてくるんだよな。ここは私の住んでいる場所じゃないかも。見覚えがない道ってこと？イベント？ハッキンカラスめ。もっと驚きなよ。東京だとカラスに襲われるの月1であるから怖くないんだもん。あれは私と両親。ちょっち暗いな。遊戯王カードみたいなのが見えた。大丈夫か？一瞬、完全に気を失っているように見えたぞ。なんでもないよ。ただ一瞬考え込んじゃったんだ。本当に大丈夫か？何でも言ってくれていいからな。パパありがとう。でも本当になんでもないよ。マーク、もっと食べる？もうお腹いっぱいだよ。マーク、洞窟に行きたかったんだよな。そうだよ。よかった。近場で見つけたから来週末に行こう。わあ、早く行きたい。ありがとうパパ。どういたしまして。L でライターつけられる。そもそもここどこなんだろう。パパとママはどこに行ったの？早く見つけなきゃ。覗いてた家の中に入った感じ？操作キャラがマーク君になったんじゃないの？これ、ママのコレクションみたいだけど、こんなに飲まなかったはず。これは間違いなくパパが飲んでたやつだけど、あまりにも多すぎる。大人マークが子供マークの記憶を追体験してるっぽいかな。お酒のボトル、確かに多いね。集めるだけで全部飲んでるとかじゃないなら問題はないね。これは両親が好きだったお酒。いや、机の上にもあるから飲んでるの多分。海外のお酒は度数が強いイメージある。最近ことあるごとにビールを飲んで恐怖を忘れるホラゲーやったよ。主人公がメンタルやられてる設定多いよね。両親とか恋人がやられてるパターンも多いね。理由が説明できない怪奇現象も好きなんだけどね。やっぱり外は見えないや。かっこいい仮面だ。私の職場に1人1個分置いてあるやつに似てる。帽子もセットなのはなんでなの？かっこいい。下のランタン取れたりしないかな？笑ってる？これはパパのお気に入りのマスクで、よく集めてたな。おかえりなさいの笑顔なのかも。留守の時に帰ってきても寂しくないようにかな。電気つけて視界に入ったタイミングでビビりそう。物は多いけど調べられるとこ少ないや。ここにもお酒？鍵ゲット。アルコール依存症の雰囲気がすごいね。依存症がこんなに良さそうなお酒買うかな？上の階をチェックしよう。これ登れるんだ。バキってなって驚かせてくるんでしょ？知ってる？あれ？そろそろ何か来る気は私もしてたよ。開くかな？よく考えたら木造の家で直火は怖いな。あの光ってるランタン持っていけるんじゃないかな。火事の怖さからは解放されるね。判定がないや。よく考えてみたらなんで光ってるんだろうね、これ。ベッドに誰かいるわけでもないか。何を見せたい部屋なんだろう。壁に沿って歩いてみるか。迷路の歩き方かな。まだ見るのかも。いつも通り真っ暗だね。
何もないし。驚かせるためだけの部屋。まあこれで調べ終わったし外に出れるかな。警戒していこうね。連続で驚かせは来ないと思うけどね。なんだこれ。これはパパのお気に入りのマスクで、よく集めてた。集めてたならいっぱいあってもおかしくないね。パパとママは物置に行ったのかな。じゃあ外でよ。動き方が FPS だよ。迷わないように一方通行なのやりやすくていいね。絶対驚かせてくると思ったけど何もなかったね。オブジェクトがわかりやすいの嬉しい。新聞。銃器を使用した父親と母親の悲劇的な殺害事件。銃撃発生から2時間後、警察が現場に到着した。その後幸運にも生きていた息子の父と母だと判明した。息子は完全なショック状態でベッドの下に隠れているところを発見された。警察は彼に話しかけたが何も答えなかった。犯人を示す証拠を敷地内で探したが見つからなかった。警察が見つけた奇妙な点として、父親が顔にマスクをかぶったまま死亡していたことが挙げられた。マスクの写真は下部に載せておく。事件の後、世間の目は息子へ向けられている。しかしそれを裏付ける証拠がないため、起訴されたりはしていない。世間に対して息子は、私が両親を殺したと疑っている皆さん、私の立場になって想像してみてください。と声明を発表した。サイコパス診断のテストみたいだね。ピンとこない。私の立場なら殺しても当然でしょ。みたいな可能性があるよね。陰キャのイキリ回答みたいだね。てかこれ迷路っぽい。1分分カットしたぞ。一方通行でダッシュがないから長く感じたよ。歩いて雰囲気を楽しむのもホラゲーの良さだよ。なんかいるな。ハロー。そして本日のイベントへようこそ。間もなく始まりますので、どうぞお入りください。これは私の好みじゃなさそうだし、帰るよ。お前が気に入るか俺が気にするように見えるか。入れよ。よく火を持ってる相手に突っかかれるな。ライターじゃ無理だよ。松明かランタンなら勝てただろうに。彼の言う通りにしよう。暴力に屈することになるとは。出口塞がれてる。パパと同じ服着てる。パパの服装を覚えてない。よし行こう。あの仮面流行ってるのかな。仮面愛好家の集会なんじゃない。不気味だね。覆面ですらアッシュだと思えばちょっと面白いかも。これもパパと同じ服に見える。流行りの服買ったらかぶっちゃったのかな。影分身説を押すよ。大穴が過ぎるよ。座れそうなとこ発見。カメラは動かせるけど動けなくなった。映画が始まる前みたいだね。全然見えないんだけど何か置かれてる。パントマイマーみたい。ようこそ皆さん。左のドラゴンみたいなのが気になる。怖いというかワクワクしちゃうね。本日のスペシャルイベントへようこそ。本日のメニューは美しい人間の肉です。最近カニバルっていうホラゲーやったから耐性ついてるや。おお、ドレスコードを知らない新入りがいるようですね。ルールを破った人間がどうなるか皆さんご存知ですよね。でもそれは後回しにしましょう。とりあえずは彼にここでの初めてのイベントを楽しんでもらいましょう。一体私は何に巻き込まれたの？さて皆さんに質問です。人肉を食べる準備はできていますか？実際どんな味するのか気になりはするよね。病気になりそうだし食べたくはないな。会場は大盛り上がりだよ。うむむ、冗談でしょ。お前にはこれが冗談に見えるか？テレポート。さては強いなこいつ。人肉を食べる意思を示すことで我々のカルトでお前の価値を証明したらどうだ？ここ試してみたらどうだな気もする。食べてみないといいか悪いかもわからないもんね。上がってこい。さすがに焼いてあるよね。濃いめの味付けがいいな。あれ上がれない。どういう体勢なのあれ？階段あっちか。なんか舞台に上がるのって右からのイメージあるよ。はいどうぞ楽しんで。まずそう。皮がまずいけど肉が美味しい料理の見た目してるね。そんな料理知らない。夢だったの？どこからがだろう。今のクソみたいな夢は何だったの？いつもは平和な夢なのに、あれは気味が悪かった。なんか書かれてる。パパ、マスクはやめて、怖いよ。結構活かしたマスクだと思ったけどね。集団でつけてたら不気味だとは思うけどね。右利きなこと覚えておくね。絶対にいらない情報だね。動けないけど。こんなことされたら怖いからやめてって書くよ。騒ぐなよ。もうすぐ7歳になるのにまだマスクで怖がるなんて情けない。なんだよこれ、覚えがないよ。
なんで時間が進まないの？メモ書きはさっきと変わらないし、時計は最初と変わらず動かないみたい。テレビが砂嵐になってる。10。テレビに手を突っ込んで取れたりはしないか。どうしろって言うんだろう。これに見覚えはあるか？ないね。新聞の話にあったやつ？いや、なんで10に見覚えが？部屋に何もなさそうだし、また外に出よう。前と変わってるぽい。ほう、ホラゲーの暗さだ。まっすぐで良さそう。誰かいる？おう、洞窟探検は私の好きな思い出の一つです。左の人が喋ったと思っちゃった。準備はいいか？ずっと洞窟探検がしたかったんだ。ああ、興奮する。じゃあ行こうか。お前が先頭に立つんだぞ。よーし、探検だ。ライターつけられるみたいだから明るさも問題ないね。パパはいつも同じ服を着てるんだね。ノームコアってやつだね。懐中電灯じゃないから遠くが見えなくて怖いかも。洞窟の奥って空気が薄そうだから進むの怖い。アイテムとか見逃しそうで怖い。パパ、今の聞いた？何のことを言っているんだ？そういえばついてきてはくれてるんだね。さすがに子供だけでこういうとこは危ないしね。大人がいても暗い洞窟は危ないから入りたくはないや。あの穴から這い上がれるかな？どれ？ちょっと見えない。これ？待って、パパ、どこにいるの？うるせえ。ウルサス。私の目を盗んで通り過ぎたに違いない。あの気味の悪い変態は誰？パパを見つけて、このことを伝えないと。イベント踏むのが早かったのかテキストがごちゃってた。長く歩いた後だったから驚かせのダメージがまだある。君がどこに行ったかわからないので、入り口で待っています。何かあったら叫ぶんだぞ。助けて。助けて。誰か助けて。落ち着いて、お父さんですよ。大きくなったんだから、もっと男らしくなってほしいと思ったんだ。何？もっと男らしくってどういう意味？恐怖を押し付ければ、強くて怖いもの知らずの男になれると思ったんだよ。本気で言っているの？あのせいで私は PTSD になったんだよ。子供の育て方を知ろうともせず、私の人生を台無しにしたんだ。お前なんか死んでしまよくもそんなことを言えたもんだな。え。いや、そんなはずはない。パパは絶対に虐待なんかしてない。絶対そうだもん。あの爆音で驚かせてきたのもお父さんで合ってる？なんでママはいつも寝てるの？テンポのいいホラーだな。移動と驚かせのタイミングも完璧だったしね。序盤で言った家の中に木？あ、クリスマスっぽい。爆弾に見えた私はもうダメかもしれない。メモ落ちてる？取れないからいいや。したい？第一発見者になるのは嫌だな。何かあったら私が弁護するよ。ママ起きて。今日はクリスマスツリーの飾り付けを一緒にするって約束したのに。寝方面白いな。なんとかママを助けてあげたい。明るいと眠れないから暗いところ探してこうなっちゃったのかな。わかった。私が全部ボトルを拾って中身を流したら、ママはもう飲めないね。アル中。倒れるほど飲むのは入院させなきゃだよ。中身捨てるのはもったいない気もするや。うったりできないのかな。未開封ならワンチャン？めっちゃあるな。お母さん的には時間がかかるならカットしてほしいぞ。手間取ったけど5分で済んだよ。探す以外何もなかったね。じゃあこのいいヒップしてるママを起こそう。これで全部。さあ、雪の中に注いじゃおう。お酒のかき氷みたいだね。そういうの本当にあるけど雪ではないよ。それ以上進むことは許されてない。あれ？わかんないから雪だるまにぶっかけるよ。絶対に違うよ。軒先でいいのか。楽器みたいだね。もう全部空っぽ。ママが一日も早く元気になりますように。ラベルを上にしてるのセンス感じるね。ちょっとビビった。何やってんだ？ママを限界にしたから全部注いだの。お前、全部捨てたのか？それがどれだけ高いか知ってんのか？知らない。ママを助けたかっただけだもん。俺の酒まで捨てたのか？誰のものかは知らなかったです。ママを助けたかっただけなの。お前はとんでもない失敗をしたな。グーの音じゃなかったからセーフか？もしかしたら、これが私の本当の思い出で、見ていたいい思い出は想像の中にあったのかもしれない。無理して辛い過去を思い出す必要なんてないのにね。
嫌なことを思い出しそうになったら大声出して書き消すといいよ。デスゲームの最初のビデオだ。参加したことないからわからない。3回しか参加したことないから毎回あるものかはわかんないや。今、ご両親についてどう思いますか？まだ素晴らしいと思いますか？あなたは誰？答えてくれないか。お？誰これ？パパじゃないんだ。あ、答えないんだ。また外出て進んでみよう。恐ろしく暗いな。落ち着くね。ふむ。ノイズ演出は怖いというより進んでるのがわかるから嬉しいね。本当にギリギリのギリで前が見えるや。無理無理の無理で見えないよ。集中してプレイすればわかる絶妙な見えだよ。無理だよ。ハロウィンみたいな文字演出。現実を受け入れて、目を背け続けることはできない。誰かついてきてる？木造だとたまにドンって音が鳴ることあるよ。ほえー、わからん。洞窟の時に聞こえた音？ただの風の音な気もするよ。なんだろう。なんすか？もっと驚いて。リッカちゃんの声で向こうが驚いてくれたね。読みやすいの素敵？両親はあなたに恐ろしいことをした。でもあなたも両親に対して恐ろしいことをした。ビンタされたらビンタで返すのが私の地元の常識だよ。ほえー、絶対行かない。絶妙に長かったぜ。嫌な長さではなかったね。またニュース？父親と母親殺害の新着情報。犯行現場近くで土に埋もれた銃が見つかった。指紋もついていたが一致するデータがなく、警察は息子の指紋を採取しようとしている。しかし、息子は姿を消し、連絡が取れない。なので現時点では彼が最有力容疑者となっている。下記に画像を載せたので、見かけたら警察へ連絡を。これぜひプレイして道中の長さとスケアタイミングの絶妙さを体験してほしいね。ちょっと漏れた。私がすべての記憶が蘇るのを感じる。目も変わってないからテレビかな？意味ないね。シャワー浴びてすっきりするとか？私は本当に彼らを殺してしまったんだ。そうでしょ？彼らは私を肉体的にも精神的にも虐待し続けた。トイレットペーパーって座った時に左に来ると思ってた。このタイミングでする話じゃないよね。おう、映った。小さい頃かな。カリンパイセンの好きそうな男の子だね。このタイミングでする話じゃないよね。あ、右手で持ってる。ベッド脇のメモを書いてた人も右利きだったのを思い出した。ここで繋がるんだね。4ショット2キルは優秀。うわ、こんなにも長い間、何もなかったかのように振る舞っていたなんて信じられない。長い間誰にも気づかれてないのも信じがたいよ。まだ出発したくはない。さて、この悪夢を終わらせて、警察に私がしたことを認めに行こう。いや、気が狂いそうなのか？なぜこのマスクがあるんだ？外に出れないって言うから着替えなきゃなのかと思って、クローゼット調べただけなのに。一瞬過ぎてよくわからなかったけどね。もう外行けるかな？お、やったぜ。家族の悪夢に終止符を。ラノベかな？ささらちゃん、警察が殺人事件の犯人を突き止められないまま、丸1ヶ月が過ぎようとしていた。しかしその時、最重要容疑者が通りを歩いているのを見たと通報があった。驚くべきことに、彼は警察署に向かっていた。警察は到着した彼を取り調べ、彼は殺人を自白したが、同時に自分の言い分と、何が彼を殺人を犯すほどに狂わせたのかを説明した。彼が5歳の頃から精神的にも肉体的にも虐待を受けていたことが分かった。ある夜、とうとう我慢の限界に達し、父親の銃を手に取り2人を撃った。父親は3発、母親は1発撃たれた。結局、息子は20年の実刑判決を受け、この物語は幕を閉じた。いやーよかった。話は暗かったけどね。プレイしてて分かりにくいところもなかったし、緩急のつけ方も良かったから、本当におすすめだよ。これが235円なのすごいよね。30分くらいで終わるけどもうちょい高くても買うね。ぶっ飛んでたり投げっぱなしだったりもいいけど、こういうシナリオがしっかりしてるホラーもやっぱり楽しくていいね。
今回はこれで終わり。次回は夏も終わったし秋っぽいゲームをやりたいね。探しとくよ。それじゃあ終わります。またねー。